皆さんこんにちは、さきです。本日の動画はダメージ毛だった私がここまで綺麗になった美髪ルーティンを紹介したいと思います。今回の動画はですね、私がとにかく髪の毛が傷んでいたんですけれども、この傷んでいた髪の毛が、綺麗になった理由を話したいと思います。今回お話しするのが、まず1つ目、ハイトーン期にやっていた NG 行為。2つ目、インバスでのヘアケア。3つ目、アウトバスケア。4つ目がヘアセットで良かったヘアケアと、5つ目が全部含めて何が一番良かったかっていうのをお話ししていこうと思います。それでは動画スタート。私の髪質がまずどんな髪質かというと、私自分の髪しかわかんないから、これは美容師さんだったりとかヘアメイクさんに言われた髪質なんですけど、まず丈夫。とにかく普通の人よりは丈夫そうです。結構髪の毛を明るくしたりとか、ちょっとやそっとのことでは、そんなに切れたりとか、ダメージを受けたりとかはしづらいんですけど、本当にそれの髪の毛でも間に合わないくらい結構痛めつけていたかなっていう感じ。髪質直毛じゃないんだけど、若干根元がうねったりとか、あと、つむじの生え方的にここら辺がちょっとこう、ちょんって出ちゃうみたいな感じの髪質かなっていう感じ。別に細くもないし、最近は太くもないっていう感じ。毛量だけは多いっていう感じの髪質になります。まず一つ目ですね。ハイトーン期のお話なんですけれども、まず私は2年前までブリーチを何回も繰り返して、毎月髪の毛の色を変えてました。ダーリッチの撮影でのお仕事だったりとか、お洋服のシーズンが変わるたびに、お洋服への注目度を集めるためにも、結構髪の毛を韓国アイドルのカムバンの時みたいな感じでガラッと雰囲気を変えて注目を集めるみたいなやり方を私は戦略的にやっていたので、その度にブリーチをして真っ白にもしたし、ピンクにもしたし、紫にもしたし、緑にもしたし、あと流行ってたインナーカラーもやったし、やったことがない髪の毛がないくらい本当に毎回そのたんびに髪の毛をコロコロ変えていました。ブリーチもマックスで6、7回くらい本当に抜くために抜けるまでやったりとかしてて、でブリーチのカラー剤も多分普通の強さが多分あると思うんだけど、強いやつで髪の毛を抜いたりとかしたりしていたので、それが大体多分6年間ぐらいずっとそれをやり続けてたかなと思います。ボブにしたりエクステつけてロングにしたり、もうとにかく毎月毎月違うカラーをしてるっていう感じで、一番多分ハイトーンにただするだけが NG ってよりかは、ブリーチも一度死んだ毛っていうのは生き返らせられないので、綺麗に保つことはできてももう一回再生することはないので、ブリーチ自体髪の毛にとってはいいことではないんだけど、それにプラスしてカラーをいろんなカラーを組み合わせる。例えばじゃあベージュ系のカラーをするんだったらずっとベージュ系のカラーをしてればいいんだけど、ベージュ系のカラーしたと思ったら今度真反対なピンク系のものにしたり、赤みのあるもの、赤みのないもので黒髪挟んでまたブリーチしてみたいなのを本当に何も考えずにいろんなことをやっていたので、特に一番髪の毛が傷んでたのがボブで髪の毛を白っぽくした時かな。その時はもう髪の毛を切らざるを得ないくらい結構傷んでおりまして、一時期流行ったインナーカラー、ここら辺を白くしてここら辺はちょっと黒くしてみたいな感じのインナーカラーやってた時とか、もうここら辺の髪の毛が全部内側が田んぼみたいにないぐらい結構髪の毛も溶けてなくなってみたいな感じの毎日を過ごしておりました。カラーだけじゃなくって、その当時はとにかくヘアケアやってるつもりではいたんだけど、めちゃめちゃいいヘアケアをしてたかって言われるとそこまで多分気を使えていなかったので、プラスなんかコテとかで撮影の時とかに週に 1,2 回180度の高熱で髪の毛をストレートにしたり細かく巻いたりかと思ったらもう一回ウェーブにしたりみたいな感じで、とにかくダメージを受けることがすごくお仕事的にも多かったのかなと思うんですけど、それをずっとやり続けてきた結果、もともと結構髪質が強いタイプではあったんですけど、本当に髪の毛が汚かったです。全然乾かないし、髪の毛を巻いてもチリ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 した感じになっちゃう。でツヤなんてないみたいな、熱を与えない限りめちゃめちゃツヤないみたいな感じで、肌触りも今とは程遠かったかなっていう感じでした。2つ目のそこから
今綺麗になるために何をしたかっていう感じなんですけど、そもそも今の髪の毛になるまでには髪の毛を切ったりとかブリーチ毛をなくしたりとかっていうのがあるので、ヘアケアだけで髪の毛が綺麗になるわけではないっていう話なので、一番最後にこの髪の毛になるまでに何をしたかっていうのは一番最後にお話ししようかなと思うんですけど、まずは私が今やっているヘアケアを紹介していきたいと思います。まず使っているシャンプーです。変わりました。ででででーん。こちらがアブソリュートヘアシャンプー。健やかな髪と地肌のためにアミノ酸洗浄成分を配合したシャンプー。ヘマチンがヘアカラーやパーマの持続性を高め、ヒト幹細胞頭皮環境を整えますっていう風に書いてあるんですけど、2年間くらいはアノブずっと使ってました。みんな斎藤咲と言ったらアノブって思ってると思うし、アノブが流行る前から使ってました。なんだけど最近美容師さんにシャンプーをいただいて使ってから、私アノブよりもこっちの方が髪質に合いすぎていて、こっちに変えました。なのでもしかしたらハイダメージじゃなくって、私今黒髪で特に今ブリーチも何もないような髪の毛なので、そういう髪に適しているのかもしれないんですけど、今の私の髪の毛には 500% アノブよりもこっちの方がいいっていうシャンプーです。私結構毛量が多くて髪の毛も今胸下ぐらいまで地毛であるんですけど、2プッシュいかないくらいでめちゃめちゃ泡立ちがいいです。シャンプーを塗布してこうやってる時点で髪の毛がサラサラなのがわかる。新食感っていうのかな、なんかすごい不思議な感じなんだけど、泡を立てたその泡がもう柔らかい、髪の毛が柔らかくなってる感じ。今まではどんだけシャンプーしても全然泡立たなかったりとか、なんかめっちゃ硬い感じだったんだけど、これはびっくりするぐらい柔らかくって、もう肌にいいっていうのがすごいわかる。でこのシャンプーを使い始めてから何が一番いいって、髪の毛がすごい柔らかくなる。私本当に猫っ毛に憧れてるぐらい、結構バリカタな方なんですけど、本当に柔らかくなる。びっくりするぐらい。あの部以上にめちゃめちゃ本当に良かったのがこのシャンプーで、私今までケラスターゼのクロノジストとか他のカラーも全部試したし、美容室のシャンプーとかもいろいろ試してみたんだけど、これは本当に良くってびっくりするぐらい良かったので、今は私はこれの虜っていう感じ。まだ多分1ヶ月も経ってないんだけども、このぐらい減った。旦那様と一緒に使ってこのぐらい減ってるぐらい愛用してるものになります。でシャンプーをしながらこちらのウカでこういう感じでマッサージをします。髪の毛にもいいんだろうけど、顔のコリって結構この頭皮のコリとつながってるっていうので、私は顔をこういう感じで全体的にマッサージをしながら、後ろとかね、こことかこうやってマッサージをしながら頭皮を柔らかくする。デスクワークとかで頭皮がすごい凝り固まってる方とかだと、片頭痛だったりとか凝ってて表情がシワができたりとか、そういうのも結構あるみたいなので、私は結構これでこうコリをほぐしながら、その後にワシャワシャワシャってこういう感じで頭皮をきれいに洗っていくっていう感じにしてます。で私はこれはね、柔らかめのタイプです。これのもっと硬いやつ持ってたんですけど、最近来店イベントで柔らかいやつをいただいてから、こっちの方がいいなと思って使ってます。でその次に使うのがこちらです。アノブです。ごめんなさい、家から持ってきたんで水滴めっちゃついてるんですけど、こちらのアノブは変わらずずっと使ってます。なんかこれさ、匂い変わったんだよね。わかんない、匂いが変わったのかそもそも種類があるのかわからんけど、私のもともと知ってたやつではない。これは一番私が使ってた中で、これハイトーンの時も使ってたんですけど、ダメージが一番収まるというかまとまりが出る。これを塗った後にこういうトリートメント用のコームなんですけど、これ Amazon で買いました。全体をトリートメントなじませた後にこうやってこの櫛で溶かしていくっていう、全体になじませます。でなじませた後にヘアクリップみたいなのをつけて、大体5分から10分ぐらいですかね、時間を置いてから流すようにしています。流す時もシャワーのヘッドのところをリファのやつに変えていて調節ができるんですけど、一番強いやつで頭皮をわーっと流して頭皮を洗浄した後に普通のモードに戻して綺麗に流していくっていう風にしてます。でも結構なんかリファのやつお肌にもいいし髪の毛にも多分いいらしくって、私はそれを使ってます。なんかこれ美容師さんにお風呂で保管しといてって言われたんで、お風呂で言う通りに保管してるんですけど、こちらです。これアウトバスケアなんですけど、一番最初に紹介したこのシャンプーの同じやつかな。これもまたびっくりするがよくて、これマジで案件とかじゃなくて本当にいいから紹介してるんだけど、なんでこれお風呂で保管するんですかって聞いたら、髪の毛を
拭いた後、水気がなくなった後にミルクをするよりも、水気をある程度含んだ状態でヘアミルクをつけた方が一番髪の毛にいいですよって言われて、これを、だいたい500円玉いかないくらいの大きさ手に取って、頭の上にやるとちょっと油ぎっちゃうんで、この本当に顎下ぐらいの毛先に全体的につけて、で、ほんでもってもう一回このやつで馴染ませた後に、またクリップしてお風呂に出ます。流さずに。その後に何をするかと言いますと、これフィリミリで買ったヘアブラシです。これは私はそれ専用かわからないんですけど、髪の毛を乾かす時用のブラシとして使ってます。これをこうやってもう一回やって、まず最初にリバイブ。ダメージリペアってやつですかね。これね、モアダメージリペアとかなんかいろんな種類があって、けど私はダメージリペアってやつを買いました。これを毛先にシュッシュッシュッと。その後にこちらの資生堂のサブリミックワンダーシールドヘアトリートメントっていうやつを、これもスプレータイプなんですけど、これは髪の毛がまっすぐになります、乾かすと。なのでこれは上と内側とかにこうシュッシュッシュッとかけて、もう一回全体的に整えます。なので今お風呂出た状態でヘアミルクからのダメージリペアのこのスプレーを毛先からのこの髪の毛がまっすぐになるこのスプレーを表面と内側上目につけて3種類塗ってるっていう感じです。で、昔はこのアノブのオイルも塗ってたんですけど、アノブのオイルはミルク使ってからつけるとむしろちょっと硬くなっちゃうので私はやめました。なのでこの3種類を私はつけてドライヤーをします。で、ドライヤーを2つ使ってて、1つはこのリファを使ってます。で、リファを使うときは時間にゆとりがあるときで、もう1個はダイソンです。で、正直ダイソンはめっちゃ髪の毛にいいってわけじゃないっていう風にはもともと知ってたんだけど、なんか髪の毛が慣れるのかわかんないんだけど、ダイソンとこっちを交互に使ってると髪の毛がいい感じに保ってる。私はね、なんかこっちだけやってると別に良さを感じないのけど、ダイソンをやってこっちやってってなんかちょっと半月に1回ぐらい変えると、なんかわかんない、なんでなんだろうね。でもシャンプーとか化粧水もよく変えるといいって言うじゃん。髪の毛が馴染んじゃうから、なるべく変えるように私はしてます。でも多分こっちの方が髪の毛にはいい。水分量が多分高まる。とにかく気をつけてるのは、最後まで乾ききるまで乾かす。私はある程度乾いてきたな、でもまだ湿ってるなってなったら、もうとにかくこれでこのコームで乾かしながらずーっとこうやってまっすぐしてる。この工程が結構大事な気がしてて、手ぐしだけで乾かすよりもずっとこれでこうやってやってると綺麗にこうまっすぐ根元がうねらずに乾かせるっていう感じ。その後に使うのがこちらラブクロムの 24K。 本当に最後乾ききった後にこうやって丁寧にやっておしまいっていう感じです。やっとドライヤーが終わる。だからこれまでに35分40分ぐらいかかるんだけど、結構この一つ一つの手間と工程が大事。とにかく一番大事なのは髪の毛が乾ききるまでしっかりとドライヤーで乾かすっていうのが大事で、私今まで疲れちゃったりとかめんどくさくって結構中途半端な状態で寝ちゃったりとかするんですけど、やっぱり翌日ここら辺とかがうねうねしてたりとか、何が言いたいってもともと私朝シャン派だったんですよ。でも今の旦那さんと出会ってから生活習慣が正されて、しっかりと夜どんなに忙しくってもお風呂入って半身浴して髪の毛だけは次の日洗うとか結構多かったんですけど、うねりが嫌だったから朝お風呂入ってたのにうねりも全然気にならなくなったっていうぐらい、私宿毛かけたってぐらい結構まっすぐ。まあ今もちろんストレートアイロン当ててるんですけど、ストレートアイロン当てなくても割とこれに近いような状態。多分韓国 Vlog とか見てくださってる方はわかると思うんですけど、シャンプー後ドライヤー後でも結構割とこのような状態になってるので、結構これが大きいかなと思います。で、ほんでもって普段なんですけど、お風呂入る前にこのアベダのやつでこうやってやってます。アベダのこのやつで髪の毛の汚れをある程度取るじゃないけど溶かして綺麗にした後にお風呂入ってるっていうのが、インバスの前にこれがありました。普段オフィスにいる時とかこのブラシを使っていて、これがねめっちゃ髪の毛ツヤが出るので、これで巻いた後とかストレートにした後とかもずっとこういう風に使ってる。これは日中用ですね。これは常にサブバッグに入っているアイテムになります。でもだいぶこれね整う。アホ毛とかもそうだし、うねりとかもツヤ戻る。とってもおすすめです。で、ヘアセットは
赤のヘアアイロンを使ってます。赤のヘアアイロンが今まで使ったアイロンの中で一番ツヤが出るのと、一番簡単にまっすぐツヤツヤになる。今まで使ってきた中で良かった。 X でも多分バズってると思うんですけど、本当にその名の通り良かったです。コテに関してはクレイツを使ってます。でクレイツのコテを使ってる理由は、私その時のその日に合わせて髪の毛を巻くので、19ミリから28、32、40、とにかく全種類のミリ数のやつを持ってて、だから別にめっちゃ髪にいいわけではないんだけど、まあクレイツ巻きやすいのでクレイツで全部揃えてて、その日に使うものを使ってるっていう感じです。で大体160度ぐらい。プライベートだと基本的にあんまり髪の毛も巻かないようにしていて、今すごい美髪に保ってるんだけど、これでも少し痛みがあるって言われてて、美容師さんにはその痛みの理由は熱を与えすぎっていう風に言われてて、私結構自分の中でもびっくりするぐらい髪の毛綺麗な方だと思ってたんですけど、これでもやっぱ傷んでる、普通の人より。でなんでかっていうと、週に2回のダーリッチの撮影で熱をストレートアイロンから何々から何々からって当てすぎてダメージ受けてる。普通の人はそんなにね、自分でちょっとヘアセットするぐらいだと思うので、毛先とかちょっとちょって感じだと思うんですけど、私結構ゴリゴリのヘアセットをやるので傷んでるけど、それ以外だったら別に大丈夫かなっていう感じで、その分私は土日とかプライベートの日はあんまりヘアセットしないようにしてたりとか、もう普通に乾かしたら綺麗にある程度なったらそのままでナチュラルなヘアのままでいるように心がけてます。特にスプレーとかは私髪の毛は結構巻きはかかりやすい方なので取れにくいので、だし今別にめっちゃゴリゴリの巻き髪みたいなそんなトレンドでもないし、ゆるいぐらいがいいので、あんまりそんなにヘアセットでヘアメイクさんにつけてもらう時以外は自分では買ってスタイリング剤はつけないです。前に紹介したスプレー、ツヤ髪スプレーみたいなやつとかはたまにつけるかなって感じ。今日は何もつけてないです。基本的には何もつけない。つけてしまうとどうしてもシャンプーの時に髪の毛が洗いづらい、汚れで洗いづらかったりするので、つける方は一回流してもう一回しっかりめに洗ってみたいなした方がいいみたいです。結論何が良かったか、まあ結論一番は一番最初の話に戻るんですけど、ブリーチ毛をとにかく切るが一番良かった。でさっき見返してたんですけど、私髪の毛1年7ヶ月前に髪の毛がこのくらいだったの。鎖骨の上に切ったんで、ここら辺ボブ中のボブ、髪の毛結べないくらいのボブに切りました。で今は約2年ぐらいなんですけど、胸下くらいまで伸びてるっていう感じです。結構伸びたんですけど、多分1年7ヶ月で約30センチぐらい伸びたんですけど、もともと人よりも髪の毛伸びるのは早いんですけど、ブリーチ毛を全部切ってからめちゃめちゃ伸びるのが速度が早まったかなっていう感じで、まず私がしたことは、ここら辺までがブリーチ毛だったの。その切る手前ぐらいが。で頑張ってここら辺まではね伸ばしたの。さすがにさ坊主にするわけにいかないから、ある程度切っても大丈夫だろうってところまで頑張ってブリーチ毛のまんま伸ばしてったって感じ。ある程度切れるだろうってなったタイミングでブリーチした毛を全部切りました。ボブにしたくて切ったんじゃなくて、ブリーチ毛とおさらばしたくって切りました。そこから本当はエクステもつけないまま伸ばした方が多分一番効果的だとは思うんだけど、まあ、私お仕事もあったんでエクステもつけながら伸ばしてったっていう感じで、そしたら元通りの髪の毛になったっていう感じの今なんですけど、とにかく一旦ブリーチ毛とおさらばした方がいいかなっていう気はします。私ブリーチしないで半年間ずっと髪の毛伸ばして、まあ、セミロングぐらいまで伸ばしたんですけど、やっぱり少しでもブリーチ毛があると同じヘアケアをしてても今ほどの綺麗さは保てなかったので、やっぱブリーチしてしまうと一度死んだ毛は復活できないみたいなので、まあ、ブリーチしないっていうのが一番。ダブルカラーだったりとかカラー剤で少しずつ髪の毛をもし明るくしたい場合はしていくとかが一番いいかなと思います。あとは私今はもうずっと髪の毛を暗くしてるんですけど、髪の毛を明るくしたり暗くしたり明るくしたりとかっていうのをやめて、基本的にはずっと暗髪で、黒髪のカラー剤も使ってなかったです。一番ナチュラルブラックに近いカラー剤でずっと染めてもらってて、過去に1回だけ半年前くらいかな、オレンジっぽい髪色にしてもらったんですけど、でもそれも本当にナチュラルなオレンジっぽいカラーで、カラー剤でただやっただけなので別に特にダメージもなく変わらずっていう感じで、明るくずっとしてないです。2年間ぐらいずっと暗髪を徹底してやってきました。で今に関してはもはや地毛の色とそのまんまでいいやって感じだったんで染めてないです。3ヶ月ぐらい髪の毛染めてないです。1回だけ美髪トリートメント、髪質改善トリートメントの宿毛矯正が入ってないやつをやってもらったっていう感じです。あれもあれでやってよかったなとは思うんですけど、あれも結局継続しないと意味ないみたいなので、まあこれもやりつつっていう感じに髪の毛を
保っていけたらなっていう感じです。もしかしたらいずれブリーチするかもしれないし、そろそろ黒髪も来たので明るくしようかなとは思ってるんですけど、でも明るくするにしろ近日中にブリーチはすることないかなっていう感じ。ダブルカラーで明るくしようかなって感じ。さすがにちょっとあまりにもハイトーンだった時が髪の毛の自分の扱い方がすごい大変すぎて、ドライヤーで乾かすのも大変だし、巻くのもストレートにする方が大変、むしろみたいな。巻くよりもストレートにする方が大変。何にしろ一番何もしないことが一番だなっていう結果ねっていう風に思いました。でも本当に髪の毛が綺麗だと女の子って美しく見えると思うので、昔の動画とか見てると自分の髪の毛がメイクとかめっちゃ頑張ってやってるんだけど、髪の毛の色が汚さすぎて全然話入ってこないみたいな。 YouTube どんな髪の毛のラインナップみたいな。でもこれ別にそんなに時期離れてないのよ。多分1ヶ月ごととか、ピンク内側黒入ってるし、緑だし、真っ白だし、ピンクだしみたいな感じになってて、ここら辺から髪の毛綺麗なんですけど、やっぱ全然違う人じゃない？ツヤがさ、ここツヤないの？別人じゃない？ツヤあり人間とツヤなし人間って感じなので、結構垢抜けには美髪が一番手っ取り早いんじゃないかなっていう感じで、今使ってるラインナップはすごいダメージ受けてる髪の毛の人にはもしかしたら足らないかもしれないんですけど、私ぐらいのダメージの方だったら多分すごい本当に瞬間的にすごい髪の毛綺麗になると思うので、私がマジで命をかけて髪の毛を育ててきた秘訣はこの動画に全て詰まっておりますっていう感じです。でも今では本当に自慢できるぐらい髪の毛サラサラなのでツヤツヤなんですよ。今までがツヤツヤじゃなさすぎて、これが私には結構びっくりするぐらいツヤって感じ。このくらいに復活することができました。約2年間で髪の毛が今ブリーチ毛でハイトーンで白とかやってますとかっていう人も1年半後にはこうなってるので安心してください。皆さんこの私が言った通りにしていただければこの髪の毛が手に入りますので、地毛で。私まだエクステだと思われてるからね、みんなに地毛でーす。めっちゃ地毛です。でもきっと多分 SS の立ち上げの撮影にはもう髪の毛オレンジとかになってると思うので、茶色になってると思うんでまた変わってると思うんですけど、美髪は1年半で手に入るということで皆さんぜひ参考にしてください。以上私の美髪レシピでした。ということで本日も最後までご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録とグッドボタンお待ちしてます。